佐賀です。強化用のアクセサリーがなくなるのってあっという間ですよね。アクセサリーのドロップ率は非常に低いので、強化するアクセサリーを絞って効率的に育成しないと後々困ることになります。そこで今回は最新のおすすめアクセサリートップ5を紹介します。この動画を最後まで見てもらえれば、今自分に必要なアクセサリーは何か、そしてどのアクセサリーを育成すればいいのかがわかるので、効率よくアクセサリーを強化できるようになると思います。僕のチャンネルではスクスタの役立つ情報、S ランク編成の解説やひらめきスキルの解説などをしていますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは始めます。おすすめアクセサリー第5位は星のネックレスです。今まではスタメンを取れるアクセサリーだったんですけど、今回実際に他のアクセサリーと比較検証してみると優先度を低くするしかありませんでした。理由は2つあります。1つ目は別のアクセサリーで代用できること、2つ目は後々使わなくなることです。星のネックレスの効果は残りスタミナが多いほど基本スタミナダメージを最大 2% 軽減してくれます。スキルレベルを最大にしてもネックレス1つにつきたった 2% しかダメージを軽減してくれないんですよ。 2% ダメージ軽減と言われてもよくわからないと思うので、実際にどれくらいダメージが軽減できるのか計算してみましょう。例えば星のネックレスを3個装備した場合で計算してみます。星のネックレスは単体だと 2% 軽減ですが、アクセサリーは作戦メンバー3人に適用されるので1個あたりの軽減量は 6% です。今回は3個装備するので最大 18% ダメージを軽減できます。1ノーツあたりのダメージ量は曲によって異なるんですが、ここでは1ノーツあたり500ダメージだと仮定しましょう。全ノーツ数が150だった場合、合計ダメージは 500×150 で75000ダメージになります。星のネックレス3個のダメージ軽減量は最大 18% 軽減だったので、ダメージ軽減量は 75000×0.18 で 13500 になります。つまり星のネックレス3個を装備すると 13500 ダメージ軽減できるってことですね。結構多いと感じる人もいると思うんですけど、結論から言うとそこまで多くありません。これぐらいの軽減量なら別のアクセサリーでも代用できるんですよ。その代わりとなるアクセサリーは動画の後半で紹介しますね。それに星のネックレスはプレイしていくと徐々に使わなくなります。獲得ボルテージをもっと増やそうと思ったら星のネックレスではなくて他のアクセサリーを使いますよね。キャラやアクセサリーが揃ってくると星のネックレスの出番はなくなっていきます。僕も最初はネックレスのスキルレベルを上げていたんですけど、今は上げなければよかったなと思ってるので、後々使わなくなることを考えると星のネックレスはレベル上げだけで十分だと思います。おすすめのアクセサリー第4位はチェックのポーチです。チェックのポーチなんてどこで使うのって思う人もいるかもしれないんですけど、ちゃんと使う機会はあります。勘がいいとはもう気づいてますよね。それはビッグライブです。ビッグライブの回復賞が来た時にポーチが必要になります。ドロップするアクセサリーの中で回復できるのはポーチだけです。ポーチの効果はアピールチャンス成功時に 30% の確率でコンボ数に応じてスタミナを最大500回復できます。とは言っても確率発動なのでどれくらい回復できるかよく分かりませんよね。では実際にどれくらい回復できるのか計算してみましょう。ここではポーチを3個装備してアピールチャンスが5回ある曲をプレイしたとします。アクセサリーは作戦メンバー3人に適用されるので、ポーチ3個 ×3 人 × アピールチャンス5回で合計45回発動チャンスがあります。発動確率 30% で発動回数ごとの確率を計算した結果はこちら。下の数値が発動回数、グラフの数値がその発動回数が起こる確率です。例えば45回のうち13回発動する確率は 12.86% ってことですね。この中で一番確率が高いのはこの13回の 12.86% なので、ここでは13回で計算してみます。ポーチの最大回復量は500でしたよね。なので 500×13 で6500になります。つまりポーチを3個装備した場合6500スタミナを回復できるってことです。正直6500だけなので回復量は少ないんですけど、先ほども言った通り回復できるアクセサリーはポーチしかありません。先ほどの星のネックレスはこの後紹介するアクセサリーで代用できるんですけど、ポーチの場合は替えが利かないので今回は4位にしました。これまでポーチを使う機会がなかったので分解してしまった人もいると思うんですけど、ビッグライブで使う機会が増えると思うのでこれからは分解せずに取っておいた方がいいと思います。ただ万が一何かの理由で回復賞がなくなる場合もあるので、強化する場合は回復賞が来てからにしてくださいね。おすすめのアクセサリー第3位は音符のブローチです。もしかしたらこれが1位だと思った人もいるかもしれません。確かに S ランク狙いなら必須のアクセサリーだと思います。なのでまだ上級曲の中で S ランクを取れてない曲がある人はブローチの育成を優先してください。ただスクスタはリリースしてから半年以上経っているので、美課金無課金でやってる人でも上級曲もしくは上級プラスでも全部 S ランクを取ったって人も結構いるんじゃないでしょうか。そういう人はもうブローチの育成は必要ありません。理由は単純
純でブローチは S ランク狙いでしか使わないからです。ブローチを5凸まで限界突破してスキルレベルもマックスにする必要がある人は、ボルテージランキングの上位を狙う、ビッグライブのボルテージ賞を狙う、ビッグライブのサイコアピール賞を狙う、このような場合だと思います。どれも美課金や無課金の人にとって手を出してはいけない領域ですよね。小鳥の中の人を下の名前で呼ぶぐらい危険です。穴に埋められます。まあこのネタがわかる人がいるかどうかはわからないんですけど、つまりブローチを育成しても使う機会がないんですよ。ただここまで聞いていて、いやいやもっと難しい曲が来たらどうするのと思った人もいると思います。もちろんスクスタは毎月楽曲が追加されているので、今後も難しい曲が追加されるはずです。ただブローチって他のアクセサリーを狙っていても落ちますよね。スマイル属性、クール属性、ナチュラル属性の曲ならブローチも同時に狙えます。仮にブローチがない属性の曲でもドロップしたアクセサリーをスキルレベル上げの素材にすることは可能です。なのでもう上級 S ランクを取り終えてる人はブローチ狙いのアクセサリー掘りはする必要はないんじゃないかなって思います。 S ランク狙いで必須とはいえ S ランク狙い以外で使う機会が少ないので今回は3位にしました。おすすめのアクセサリー第2位はフラワーのブレスレットです。なんでブローチよりもブレスレットの方が順位が高いのって思う人も多いと思うので理由をちゃんと説明しますね。ブレスレットがブローチよりも順位が高い理由は2つあります。1つ目はブレスレットでも獲得ボルテージを増やせることです。獲得ボルテージを増やすにはブローチを装備するのが一般的だと思うんですけど、ブレスレットを装備しても SP 特技の発動回数が増えるので獲得ボルテージを増やせます。それは知ってるよって人も多いと思うんですけど、じゃあブローチとブレスレットどっちの方が獲得ボルテージを増やせるでしょうか。この問いに答えられる人は少ないと思います。それでは実際に計算してみましょう。アピールとテクニックが14000、曲は全部で150ノーツ、アピールチャンスは5回だと仮定します。まずはブローチの獲得ボルテージから計算しますね。ブローチ1つにつき最大 5% アピールが増加するので3枚で 15% 増加することになります。アピールは14000で150ノーツなので 14000×150×1.15 で獲得ボルテージの合計は241万5000になりました。次にブレスレットの獲得ボルテージを計算していきます。まずは SP 特技以外の獲得ボルテージを計算すると、ブレスレットはアピール値が増加しないのでアピールは14000で150ノーツだと 14000×150 で獲得ボルテージは210万になります。続いて SP 特技の獲得ボルテージを計算します。アピールチャンスは5回なのでここでは SP 特技を5回多く発動できると仮定します。アピールとテクニックが14000の場合の SP 特技の獲得ボルテージは属性一致なしだと92400です。 SP 特技の計算方法については別の動画で詳しく解説してます。 SP 特技5回なので 92400×5 で SP 特技の獲得ボルテージは46万2000になります。先ほどの結果に今計算した SP 特技の獲得ボルテージを足すと210万足す46万2000なので256万2000になりました。結果をまとめると、ブローチを装備した場合は241万5000、ブレスレットを装備した場合は256万2000になります。僕も計算してみて驚いたんですけど、ブレスレットの方が獲得ボルテージが高いんですよ。ちなみに今は SP 特技5回で計算したんですけど、SP 特技4回の場合でもブレスレットの方が獲得ボルテージが多いです。もちろん条件次第ではブローチの方が獲得ボルテージは上になると思います。ただここで言いたいのは、ブローチよりもブレスレットの方がいいということではなくて、ブレスレットを育成しても獲得ボルテージを増やせるってことです。もちろん両方装備した方が獲得ボルテージは上がります。もしアクセサリーの育成が簡単なら両方強化すればいいんですけど、実際はアクセサリーの強化ってものすごい大変ですよね。アクセサリーの強化には非常に時間がかかるので、できるだけ効率的に育成する必要があります。じゃあブローチとブレスレットどっちを強化すればいいのってなると思うんですけど、ブレスレットには獲得ボルテージを増やすだけでなく、もう一つ活躍できる場面があるんですよ。もう気づいてる人も多いですよね。ブレスレットがブローチよりも順位が高い2つ目の理由は、ビッグライブの SP 特技賞狙いで使えることです。ブローチの場合は獲得ボルテージを増やすことしかできないんですけど、ブレスレットならビッグライブの SP 特技賞狙いでも使えます。ラブライブで例えるなら、ブレスレットは文武両道の海ちゃん、ブローチはちょ突猛進タイプのほのかって感じです。ブレスレットなら S ランク狙いと SP 特技賞狙いの両方で活躍できます。別の動画でも解説してるんですけど、 SP 特技賞なら美課金無課金でも十分狙えるんですよ。なので S ランク狙いと SP 特技賞狙いの両方で使えるブレスレットを2位にしました。おすすめのアクセサリー第1位は音符のキーホルダーです。ほとんどの人がキーホルダーはビッグライブにしか使えないと思ってるんじゃないでしょうか。確かにキーホルダーはビッグライブで個別賞を取るのに必須のアクセサリーです。ただビッグライブでしか使えないかと言われればそうじゃないんですよ。実は S ランク狙いでもキーホルダーが使えます。なぜかっていうと、キーホルダーはネックレスの代わりになるからです。
本当に代わりになるのと思う人も多いと思うので、ちゃんと理由を解説していきますね。美課金無課金で S ランクを狙う場合、使う編成はボルテージ稼ぎ用の作戦と回復用の作戦を分けた編成が多いと思います。例えばこんな風に赤作戦がボルテージ稼ぎ用の作戦、緑作戦が回復用の作戦と役割を分けて使う感じです。僕の出している S ランク解説動画でもほとんど回復用の作戦を用意して攻略してます。キーホルダーの効果は残りスタミナが多いほど基本特技発動率が最大 5% 上昇します。ここで考えてほしいのが、スタミナが足りない場合に星のネックレスをつけてダメージ軽減した方がいいのか、それともキーホルダーを装備して効率よく回復した方がいいのかってことです。皆さんはどっちが効率がいいと思いますか？それでは実際に計算してみましょう。回復用の作戦にネックレスを装備した場合とキーホルダーを装備した場合を比較します。条件は1ノーツあたり500ダメージ、曲は150ノーツの場合です。星のネックレスは先ほど計算した通り3個装備すると13500ダメージ軽減できます。それではキーホルダーの場合を確認してみましょう。ここでは編成した3人の特技がスタミナ回復で、回復量は3000、発動率は 33%、使用時間は20ノーツで計算します。まずキーホルダーを装備してない場合を計算すると、発動回数ごとの確率はこちら。下の数字が発動回数、グラフの数字がその発動回数が起こる確率です。この中で一番確率が高いのは6回でした。次にキーホルダーを装備した場合を見てみます。キーホルダーは1つで特技発動率が最大 5% 上昇するので、3つ装備すると特技発動率は 15% 上昇します。回復特技の特技発動率は 33% だったので、33% 足す 15% で 48% になります。特技発動率 48% の場合で先ほどと同じように計算すると、一番確率が高いのは10回でした。それぞれの回復量はキーホルダーなしの場合は6回発動なので 3000×6 で18000、キーホルダーありの場合は10回発動なので 3000×10 で3万。2つの差は3万引く1万8000で1万2000。つまりキーホルダーを装備させると1万2000回復量が増えることになります。結果をまとめると、星のネックレスを装備した場合は1万3500ダメージ軽減、キーホルダーを装備させた場合は1万2000回復量が増えます。ほとんど変わらないですよね。ネックレスの方が若干多いんですけど、もし回復特技が1回でも多く発動すれば結果は簡単に逆転します。つまり S ランク狙いでもネックレスの代わりにキーホルダーが使えるってことです。この結果だけだとネックレスとキーホルダーどっちを使っても良さそうですよね。キーホルダーをおすすめする理由はこれだけじゃないんですよ。今はあくまでも S ランク狙い編成で使う場合でした。キーホルダーは S ランク狙い以外でも使う場面がかなり多いです。例えばビッグライブの SP 特技賞狙い、ビッグライブの特技賞狙い、ビッグライブの回復賞狙いにも使えます。これだけ幅広く使えるアクセサリーはキーホルダーだけです。ラブライブで例えるなら何をやらせてもそつなくこなすエリッチですね。異論は認めます。他のアクセサリーと比較するとキーホルダーの使用機会の多さがよくわかります。美課金無課金の人の場合、ブローチは S ランク狙いのみ、ブレスレットは S ランク狙いと SP 特技賞狙い、キーホルダーは S ランク狙い、SP 特技賞狙い、特技賞狙い、回復賞狙い。効率的にアクセサリーを強化するならキーホルダー一択ですよね。僕も今はキーホルダーを全力で強化中です。というわけで、いつもいいねコメントありがとうございます。これを見ている方でもしまだチャンネル登録してない方がいればチャンネル登録もよろしくお願いします。これからもスクスタの役立つ情報を配信していきます。あと動画を閉じる前にいいねしていただけると動画作成のモチベーションになるのでぜひよろしくお願いします。それでは今回の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。